今回の産業まとめ。親中国家の中華ワクチン接種。高齢者には効果が低い。追加接種を求める人々。親中保守勢力が政権を握るハンガリーでは、多くの人が中国製ワクチンシノファームを接種しています。ハンガリーは半数以上がすでにワクチン接種を受けていて、ヨーロッパでも進んでいる方です。3月末から4月にかけて感染と感染による死者はピークを迎えましたが、同時期にシノファームの接種を開始。以降はピークアウトして現在は落ち着いた状態です。AP 通信によると、首都ブダペストで高齢者を対象とした抗体検査を無料で実施しているとしています。この結果をハンガリーメディアテレックスでは、シノファームワクチン接種後の抗体欠損率は60代で約 25%、80代で約 50% に達している可能性があるとしています。また、WHO では60歳以上におけるシノファームの有効性が十分に証明されているとは考えていないと紹介しています。マジャールハングによると、ファイザーのために車でルーマニアに行くという人が多くいて、実際に接種している人もいるということです。曖昧な情報でしたが、ルーマニア側によって正式に発表されたようです。ガーディアンではイスラエルが、抗体機能が不十分な高齢者に対して追加接種を行うようファイザーに要請していると報じています。十分な抗体を持たない場合の追加接種がこれから各国でも行われるということになるのかもしれません。編集書簡。今回の概要。ハンガリー内の親中 vs 反中。今一つでもゴミではない。高齢者に向かないという弱点。最近至るところで、というより主に反中メディアでですが、親中国家ハンガリーで中華ワクチン不信が広がっているという報道を目にします。なので今回はハンガリーメディアを総ざらいして調べてみました。主に政権に批判的で反中な中道や左派メディアをね。ハンガリー自体はズブズブの親中国家ですが、それに対抗する中道や左派は中国への不信感を募らせています。首都ブダペストは市長ら反中勢力が中国ワクチンへの疑念を持っていて、それをあぶり出そうと無料抗体検査を行っているわけです。ご紹介した通り、シノファームはデータ不足で高齢者への十分な効果は証明されておらず、そこに集中砲火を浴びせているようですね。これを政権への不信感につなげようという政治的な意図も強くありますが、狙い通りの結果が出ているようですね。ハンガリーは4月にかけて多くの感染者と死者を出してしまい、その数は世界的に見ても非常に多めでした。ただそれ以降感染は収まっています。ピークでは1万人を超えていたのが今や100人未満ですからね。ロックダウンの効果もあってのことでしょうが、ワクチンの効果もあるのかな。ただ、非メッセンジャー RNA ワクチンだけでは不十分という考えは世界中で唱えられていて、韓国やドイツなどでは混合接種が行われています。大体がアストラゼネカを接種して、2回目にメッセンジャー RNA を接種するという方法ですね。中国でも予防効果が低めであると偉い人が一旦認め、後で撤回したりとバタバタしていましたが、水面下で混合接種や追加接種も検討されています。いろいろとね、党の権威への影響とかがあって追加報道はありませんけど、国産の追加接種用ワクチン開発でも待っているんでしょうね。早くしないと中華ワクチンを採用した国が他のワクチンを追加接種として採用しかねないですけどね。南米なんかも徐々に不信感が広がってきているので、このあたりは新たな駆け引きの材料となりそうです。保守政権のため、反 EU で親中な姿勢を見せるハンガリーは、EU 内でも特殊な扱いを受けることになっています。EU ではスプートニク V や各種中華ワクチンは承認されていないので、多くの国への渡航は制限を受けることになります。ハンガリーの国内認証アプリは非 EU の特定の国でしか有効ではないようです。まあ、仕方ないですよね。中華ワクチンに関しては前回話した通り、ゴミくずとまでは言えず、ある程度の効果はあると私は思っています。批判的な人はどこかのメディアでチリとかモンゴルだとかで感染拡大してるなんて言うけど、ちょっと十分な根拠には欠けると思います。もうちょっと顕著な事例が出ないと何とも言えないですね。ワクチン接種がかなり進んだところで感染爆発が起きて死者がたくさん出たりしないと。例えば最もワクチン接種が進んでいる UAE を見てみると、ここはいろいろなワクチンを使っていますが、
感染者数はあまり減らずですね。シノファームの比率や接種時期や現地の感染対策状況を調べて、どういう理由で感染者が減らないか明らかにしないとね。最近は反中メディアもかなり雑な報道ばかりで、結局中国を追い詰めたり、中国ワクチンへの疑念を増幅させるものとして十分ではないのが残念です。所詮反中の人たちをちょっとだけ喜ばせるだけの空虚なものが多すぎて、むしろ反中視聴者で金儲けするだけのゴミ情報も多いです。今回のハンガリーの報道は確かにシノファームの弱点をついていてそれなりに意味があります。政権へのダメージも与えられるかもしれません。一方でシノファームを多く採用している UAE なんかは60代以上は他のワクチンを接種するなど住み分けを行っているようです。ハンガリー政府は中国に配慮するあまりにそういうのを怠ったわけで、まあシノファームよりも政府が責められるべき事案ですね。中国国内でもおそらくそういう住み分けが行われているんじゃないかと思いますね。彼らもデータくらいは知ってるでしょうから。逆にこういうの誰も報じないけどどうなってるのかな？誰も知らないの？反中記事は見出しや偏った中途半端な内容で不完全な誤った情報を伝えようとする人たちが多くて、最近そっちの方がうんざりです。犠牲者は反中成功の人々です。また中国ワクチンなんだ。でも日本には入ってこないって聞いて安心だよ。唯一の利点といえば、重度の副作用が少ないということらしいね。その代わりあまり効かないんでしょ？打ち損だよね。まあ、他と比較して効果が低いってことだね。一応 WHO の基準はクリアしてるから。あ、そうなんだ。基準が低いんだっけ？基準が低いというより他のワクチンの効果が高すぎるんだよ。誰も有効性 90% 超のワクチンができるだなんて思ってなかったから。あ、そうなんだ。じゃあ中国のワクチンもまあまあいいってことなの？これまでならそう評価されただろうけど、今では安くて劣るっていうレッテルが貼られつつあるね。ワクチンって接種したらもうかからないって感じがするよね。子供の頃に接種したなんとかのワクチンはそんなだったね。ほら、一方でインフルエンザは全然そんなことないけどね。重症化だけ防ぐっていうよくわからないワクチンだよね。打ったことないよ。区で無料チケット配った時に打ったかな。全然効果がわからない。まあ、ワクチンってそんなものか。去年とかインフルエンザ少なかったんでしょ？みんなマスクして手洗いうがいしたからみたいだね。だから感染者も死者数も極端に少なかったとかって。じゃあマスクと手洗いうがいしておけば、インフルエンザは防げるってことなんだね。まあ、誰もが一生でこれ以上ないくらいマスクをつけてたと思うけどね。そうだね。でも前に親からマスクの箱を送ってもらったことがあるんだよ。インフルエンザが流行ってた時かな。100枚くらい。誰がいつの間にかなくなったんだよね。そんなに使ったかなってくらい。1年でなくなるんじゃない？毎日使い捨てれば。あ、そっか。それくらいなんだ。皆さんは中国製ワクチンがゴミくずであって欲しいかもしれないけど、そこまでではないと思うんだよね。でも気持ち的にはなんかやだね。あ、これって偏見かな？偏見というよりブランド力の問題。国家としての信用がないからじゃない。そうだよ。中国製ってブランドがいまいちってことだよね。集まれ、白雪姫のてんこ盛り。イギリスでサッカーファンがマスクなしで大声出しながらどんちゃん騒ぎしてたね。一応実証実験らしいけどね。もうコロナ終わった感だったね。イギリス人ちょっとおかしいんじゃない？あんなに大変な目にあったのに。でテレビ見ながら冷たい視線を送ってるんだけど。だからその反動なんだよ。彼らにとってはものすごく苦労したってことだったんじゃないかな。日本の、というか東京の若者も一緒なのかな。ワクチン打ったらあんな風になっちゃうのかな。若者だけじゃなくてみんななっちゃうんじゃないの？もう大丈夫って。あんな密集密接してたら感染爆発するんじゃないかと心配になるよ。あの人たちが心配というより病院の関係者たちのことがね。感染自体は爆発中だよね。イングランドでは12日の夜に今後の方針が発表されるけど、規制全撤廃に進んでいくよ。私はちょっと期待してるけど。でもイギリス人も一部の人だけだよね。あんなもうコロナ終わった感じではしゃいでる人たち。
いや、多分大半じゃないかな。慎重な人は少数だよ。あの様子を見ると。ところで素敵なデザインのマスク買ったんだよ。洗って使えるやつなんだけどね。抗菌フィルターが挟んであってしかもキシリトール入りで涼しいの。もちろん日本製だよ。キシリトールって涼しいの？全然わかんない。涼しいって書いてあった。まだ外に出てないからわかんない。そういうことだそうです。コロナ効果はどうかわからないけど、会社の中ではこれにするの。マスク美人。ふふふ。なるほど、社内用なのね。会社で普通のずっとつけてると苦しいから。そういえばね、この前会った取引先の人がいるんだけどね、1年前にも会ったことある人で、今回2回目だったの。今回会った時にね、どうぞってコーヒーをお出ししたのよ。それで、その人がマスクを外して飲んでいるのを見たんだけどびっくりよ。なんと若かったの。そんな年までわからないもん。目と鼻がスラッとした美人さんで、てっきり天海祐希みたいなアラフィフさんかと思ったら、浜辺美波風だったんだよね。てかそんなに外す？聞いてみたらね、新卒で入社3年目って言ってたからやっぱり私より随分若かったの。マスク美人だったんだけど、体型が小太りな人だったから、勝手にかなり年上って錯覚しちゃってたよ。ごめんなさい。